数えきれないぐらい挫折したというか、リーダーっていうことを避けてきてた人間だったので、私はずっとそうして生きてきました。命かけて頑張ってるんで。吉田凛音、北海道出身、24歳。ソロとその電音部っていうプロジェクトの大神まとい役で3人グループで活動させていただいてます。中学生からメジャーデビューして本当にいろんなことをやってきたんですけど、グループでやってみたいっていう思いがずっとどこかしらにあって、なので今回このプロジェクトがあるって見た時にやってみたいなと思って参加してます。女の子がすごい大人数いる現場が今まであんまりなかったので、女の子の友達とかはもちろん何人かいますけど、最初の頃とか30何人でバーって女の子がいて、若干人見知りなんで、そういう部分で仲良くできるかなとか、なんかうまくコミュニケーション取れるかなって、もちろんライバルの上で思ってたんですけど、でも今はみんな良きライバル同士、みんなと距離感を詰めれたというか、ちょっと人見知り克服しました。本当にこの芸能で生きていく時間がすごい増えて、もう11、12年ぐらいになるんですけど、数えきれないぐらい挫折したというか、出し切れないぐらい病んだ時もありましたけど、20代になってから私1年ぐらい中国の方にオーディション番組に参加させてもらってた時があって、その時1年間中国に住んでたんですけど、その時ってすごいコロナが流行ってて、で本当にみんなアーティストも日本でライブできなくなってたり、そういう時期だったんですけど、日本でそういう活動ができないんだったらちょっと新たな挑戦として行ってみようかなって思って1年間中国で仕事して、やっぱりその1年間この日本での活動を一切しなかったので、1年後に日本に帰ってきた時に私の居場所がなくなってしまったなってすごい感じて、ファンの方とコミュニケーションも向こうで住んでたんで取れなかったし、そう1年間空白の時間がこっちでは生まれてしまったんだなと思って、やっぱりファンの方との距離感もできてしまったし、一からまた頑張ろうと思って英語表記の方のアーティスト名に変更して頑張ってきたんですけど、でもこの長年やってきてすごい挫折っていうか、すごい苦しかった時期でした。成功を感じた。でも高校1年生の時にその狼くんに出させていただいて、そこから本当にいろんな方が私の曲とかライブに足を運んでくださったりとかすごい増えて、いろんな CM の曲やったりとかアニメの主題歌やったりとかしてたのは頑張ったって思いました。きっかけはその北海道でやってるライジングサンロックフェスティバルっていうのがフェスがあるんですけど、それにすごい泊まり込みで行く家族でして、すごい幼稚園の時から小学生の時からずっと行ってて、最前で椎名林檎さん見たりとか、木村カエラさん見たりとか、すごいいろんなバンドの方も見たりとかしてて、ずっと身近に音楽があった家庭だったので、幼少期の時から音楽とかダンスとかが好きな子供で、そこからが出会いっていうか、そういう感じです。この間やったセミファイナルのダブダブでやった審査が、そのライブっていうものがすごい自分の中でやっぱり好きなんだなって改めて思いました。もちろんさっきは
本当に歌が上手ですし、歌はもっと頑張んなきゃなってもちろん思いますし、ダンスはすごい表現力が豊かな子が多いので、それこそダンスをやってきた子たちがすごい多いので、セミファイナルとか今まで言われたようにダンスを長年空けてしまったので、やっぱり体がなまってしまってて、そういう部分頑張っていきたいなって思うし、ダンスやってる子たちにはすごく刺激もらってます。今までそのリーダーとかやったことなくて、ずっとリーダーっていうことを避けてきてた人間だったので、年上ですし、そのみんなをまとめるっていうそのリーダー感は身につきました。頑張ったんじゃないかなと思います。服はすごい私いろんな系統のものを着るんですけど、その日の気分大事にしてます。メイクもそうですし、メイクはめっちゃ好きなので毎日濃くなってます。日に日に。キャラクター性、これむずいな。キャラクター性一言で言うと自由。すごい勘を大事にすること。最初にこれやだなって思ったら絶対やめた方がいいし、やりたいなって一瞬でも思ったならやるべきだし、私はずっとそうして生きてきました。いっぱいありますけど、デビューできたら海外ももちろん行きたいし、日本でツアーとかもしたいし、したいです。いつも応援してくれているファンの皆様、本当にいつもありがとうございます。ブラック&ホワイトのオーディション、本当に私も命かけて頑張ってるんで、みんなもそれを応援してくれたら私も頑張る糧になりますし、私はいつでも本気で生きてるんで、本気でみんなもかかってきてくれたら嬉しいです。頑張ります。